IoT プラットフォーム開発におけるラストの活用というタイトルで発表します。まず自己紹介です。島田匠と言います。GitHub とかでは、ガラスボーという ID で、活動しています。ラストは2018年頃から使用を開始して、趣味で組み込み OS を書いたり、各種コンテストに出たりなどをしていました。現在はイデイン株式会社に所属し、そこでラストなどを用いて IoT プラットフォーム開発をしています。今日の発表ですが、2017年からイデイン社内でどのようにラストが活用されているかを紹介していきます。まず最初に、イデインが開発している IoT プラットフォームである ActCast の概要。次に、ラストの変遷とプロダクトへの影響。最後に、現実に起きた問題とその対処方法について話していこうと思います。まず、ActCast の概要について話していこうと思います。これは、イデイン社のホームページから、取ってきたものなのですが、ビジネス戦略を HAI プラットフォームでといろいろ書かれていますが、ちょっとこれだと分かりにくいと思うので、こちらがより噛み砕いた説明となっています。HAI デバイス、ActCast では主にラズベリーパイを用いていますが、それを管理するためのプラットフォームとなっています。Edge デバイス側のエージェントと呼ばれるファームウェアが指定された AI アプリを動かすという構造になっています。それをユーザーが WebUI 経由で Edge デバイスの状態確認や設定を行えるという風になっています。これがアーキテクチャの外観になっています。左上が ActCast エージェント、ラズベリーパイ上で動いているプログラムですね。これが AWS IoT Core と通信して、その先にあるデバイス API と呼ばれる、主に AWS ラムダで構成されたコンポーネントにアクセスし、そこからバックエンドを触るという感じになっています。左下にいるユーザーたちは WebUI を通じてユーザー API、サーバーから提供される API を使ってデバイスを操作することになります。実際にラストが使われているのは、赤線で囲ったところですね。まずは、エッジデバイス側で、ラストで書かれたクライアントプログラムが動いています。また、デバイス API も一部がラスト製となっています。ユーザー API サーバーもラストで書かれた API サーバーになっています。次に、ラストの変遷と、プロダクトの影響について話していきます。まず、ラスト導入の経緯です。当初は、デバイス側の、ファームウェアの実装言語としてラストが導入されました。これが、2017年ですね。ラストを選んだ理由としては、ラストの、メリットとして挙げられるおなじみのものがずらりと並んでいるんですが、まず、ランタイムが不要で高速軽量であること。次に、強力な型システムを備えて、バグが比較的少ないということ。特に、ファームウェアのバグというのは、デバイスが応答不能になるという状態になって、こういうことが起きてしまうと、直接お客さんの元に出向いたりしたりして、デバイスを再起動したりなどしなければならなくなるので、非常に問題になるという感じです。また、マルチスレッド処理が安全に書ける、いわゆるフェアレスコンカレンシーというやつですね。これも、特にデバイス側のファームウェアではネットワーク処理や OS コマンドというものをよく使うのですが、これらを並行実行したい。これらの理由でラストの導入が決定しました。その後、API サーバーなどのプラットフォーム側の実装でも利用が進んでいきました。
で、2017年にラストを導入してから、現在に至るまで、ラストとそのエコシステムは大きく変わっていきました。特に影響を受けた項目、今回は3つ紹介していこうと思います。まずは、Async Await の登場。次に、エラー処理のライブラリである、Failure から、Anyhow Dissailer によるエラー処理。最後に、サードパーティーライブラリの変遷について話していこうと思います。まずは Async Await の導入ですね。ファームウェアでは、ネットワーク通信や OS コマンドの実行を並行して行うので、非同期処理が必須となってきます。最初のリリース時点が、これが2020年の1月にあったのですが、スレッドを組み合わせて非同期処理を行っていました。Async Await が言語的に利用可能になったのが、2019年の12月頃だったので、この時点までではちょっと Async Await が導入できなかったという感じですね。その後、ネットワーク処理や OS コマンド実行をしている箇所を徐々に Async Await に置き換えてきました。ライブラリー側で対応している場合は、そのライブラリーを更新することで対応しました。そうでない場合は、ブロッキングなどのクレートを使って別スレッド処理にすることで Async Await にしていきました。このように Async Await 対応をしていったのですが、もともと Async Await を使うことを前提に書かれていないコードが多かったので、対応が非常に難しかったです。まず、関数を Async Await にすると、その関数を呼び出している関数も Async Await を使わなければならず、Async Await がどんどん伝播していくという感じになって、書き換え量が大きくなっていくというのが、まず、第一の問題でした。次に、部分的な置き換えを進めていたのですが、その過程で TOKIO や、フィーチャーズ、ブロッキングなどの非同期ランタイムが入り混じり、カオス化していきました。また、TOKIO ランタイムを前提とした関数というものが、TOKIO ランタイム外で呼び出してしまうと、実行時エラーになるという問題がありまして、こういうものは、コンパイル時に検知できなくて、発見が場合によっては困難になるということで、かなり苦しむ場面もありました。次に、エラー処理ライブラリである、Failure から Anyhow Dissailer というものに、移っていったという話をします。エラー型をどのように実装するかは結構歴史があって、当時主流だったフェイリアをアクトキャストでは主に用いていました。その後、Anyhow Dissailer が登場して、フェイリアはメンテナンス中止という形になりました。ラストの STD エラートレイトそのものも改善が進んでいって、Anyhow Dissailer と合わせて使い勝手が非常に良くなりました。例えば、セントリーのようなエラー報告ツールが利用しやすくなったりとか、あとは、エラー処理で、実装したくなるようなボイラープレートに今までなっていた箇所というのが、もうすでにライブラリーだったり、STD トレイト、STD レベルで提供が行われたりという感じで、ボイラープレートが減ったというのもあります。そこで、アクトキャストもフェイリアで定義したものを Anyhow Dissailer に移行しようとしたのですが、フェイリアで定義した巨大なエラー型というものが、あって、それを広いコンポーネントで共通で使っていたという状態でした。そのため、各コンポーネントで、起こるエラーの種類それぞれに対してバリアントがあって、そのバリアントの数が50以上ととんでもない大きいエラー型になっていました。また、フェイリアの型を前提とした多くのエラー処理が実装されているため、それらも Anyhow Dissailer 向けに書き換える必要がありました。そこで、一度に全部置き換えるのは難しいということで、部分的に置き換えていくということをしていきました。新しいエラー型は、旧エラー型への変換処理というものを実装することで、
その下のコンポーネントで新しいエラー型を使ってても、上のコンポーネントでは、従来通りの処理ができる。ということで、変更を最小限にしていきました。次に、サードパーティーライブラリの変遷ですね。例として、ルソトから AWS SDK への変遷というものがあります。ルソトというのは、AWS のコンポーネントを触るための非公式ライブラリだったのですが、これが AWS SDK というものになって公式ライブラリへと変わっていきました。しかし、AWS SDK も未だベータ版であるとの建前なので、過信はできない状態です。その他、サードパーティーライブラリは結構メンテナンスが中心になったり、破壊的な変更が入るライブラリが少なくないという感じです。特に Actix Web のメンテナーが、突然レポジトリの内容を全消去したという事件があったりして、これは最終的に新しいメンテナーが登場したことで、大丈夫にはなったのですが、このようにどうしても不安定なところがあるというのは少し悩みの種です。次に、現実に起きた問題と、対処方法について話していきます。まず最初に、ラストでもメモリーリークが起きるという話です。ラストは、メモリー安全性というものがあるということで有名だと思いますが、このメモリー安全性の中には、メモリーリークが起きないという保証は入っていないです。例えば、stdmemforget という関数があるんですが、これは明示的にメモリーリークを起こすものになっていますが、この関数は普通にセーフな関数なので、普通に呼び出してしまうものです。この forget に関しては、メモリーリークを明示的に起こすということで、あんまりこれが問題になるというケースはあまりないとは思いますが、次のその std RC リファレンスカウントですね。これで循環参照を作ってしまうと、解放されない領域ができる。これは、実際のアプリケーションを書いてても、問題になったりするケースというのはあるんじゃないでしょうか。次に、挙げている、ジョインしないスレッドは生き残り続けるかもしれないという問題。これは、厳密にはスレッドリークと呼んだ方がいいのかもしれませんが、このような問題があり、これについて、実際の、プロダクションで起きた問題について話していきます。右にあるのが、実際のプロダクションで起きた、問題の、再現コードというか、簡単にしたものです。最初に定義してある wait 関数というのが、これが無限ループでスリープするスレッドを作る、async 関数になっています。次に、wait2 関数があって、これは同じくスレッドを作るのですが、これはスリープ1回だけしたら即終了するスレッドで、それを待ってるという感じですね。で、最後のタスク関数の中で、時をセレクトというものを使って、これは何をするかというと、複数の async await 関数を呼び出して、そのうち、どれか早く終わったものを、取り上げて、終わるというものになっています。で、これで wait2 をそれぞれ呼び出しているのですが、これが実行されるとどうなるかというと、wait2 の方が早く終わるので、時をセレクトは wait2 が終わった時点で、このブロックを抜けて次のループへという風になるのですが、この時をセレクトで、wait 関数を呼び出すたびに、新しいスレッドがどんどん立っていくことになって、これが、無限ループでスリープしているので、スレッドが消えることがないという状態になってしまいます。ということで、ループごとに終了しないスレッドがどんどん増加していって、スレッドが無限に増え続けるという風になってしまいます。このように、ラストでも
メモリーリークなど他のいろいろなバグというものはどうしても存在してしまうということで、ラストはバグが少ないといっても過信は禁物ということで、様々な施策を、しています。まずは、テストの充実化、ユニットテストだったり、結合テスト、他にも、テスト環境での、長期間のテスト。これは、デバイス側のエージェントというのが、そのデバイス上で、長い期間、実際は走るということなので、長期間動かしても大丈夫かということをテストしたりしています。他には、各種メトリックスの監視ですね。CPU 使用率やメモリー使用率というものを、本番環境やテスト環境でそれぞれ監視して、異常な動きがないかとかを、見たりとか、他には、ログを横断的に分析して、本番環境の問題を早期発見したりなどをしています。他には、定期的なリファクタリング。複雑なコードっていうのはどうしても問題を起こしやすいので、こうやって定期的にリファクタリングすることで問題を起こしにくくするというのは大事だなと思います。これらの施策って何か特別なものではなく、他の言語でも当たり前に行われている対策なのかなと思うのですが、このような対策というのは、ラストでも大事ということを痛感しました。その他、ラストならではの開発の工夫としましては、まず CI/CD の時間が長くなりがちという問題ですね。特に、ラストはビルド時間がどうしても長くなるということが知られていると思うのですが、これに対して、まずはビルドキャッシュの適切な設定ですね。SC キャッシュとか、GitHub アクションで使えるラストキャッシュというアクション、これらの導入によって、ビルドキャッシュを設定してあげることによって、ビルド時間をできるだけ短くしようと。他には、カーゴビルドタイミングで、出力したレポートを見て重くなる原因を特定したり、他には、カーゴネクストテストで、テストケースの実行時間や、フレーキーテスト、テストレポートをその CI/CD のフレームワークに読み込ませることによって、このようなことが検知しやすくなります。他には、STD と同じ名前の構造体が多くて混同しやすいという問題があります。例としては、STD シンクミューテックスと Tokio シンクミューテックス。で、役割も結構似てはいるんですが、API が微妙に違ったりして、混乱しやすい。そこで、可能な限りフルパスで書くようにしたりとか、インポートするときリネームして、STD のものなのか、Tokio のものなのかと、実態をわかりやすくするなどの工夫をしています。まとめです。ラストを用いた、開発の歴史と困難とそれに対する工夫を紹介していきました。ラストは2017年から大きく進歩し、プロダクトも影響を受けてきました。他のプログラミング言語同様、テストやプロダクトの監視というものは大事だということを、痛感しました。ラストで苦しんだ点というのをいろいろ紹介して、ちょっと暗い話になったのですが、一方で、そのラストの、いい点である、強い片付けであるとか、そういうところには、助けられた部分も非常に多くあるので、上手に活用すれば非常に便利であると思いました。発表は以上です。ありがとうございました。はい、発表ありがとうございました。ということで、早速質問がいくつか来てるんですけど、一番高い質問から、エイシンクアウェイトは導入コストが高いと思うのですが、それを加味してもスレッドよりも優位性がありますかという質問なんですけど。導入コストが高いっていうのは、その置き換えが大変だったっていう話から来てるやつなんですかね。それとも、Tokioみたいなランタイムを導入することへの抵抗があるっていう感じなんですかね。ちょっとそこまでのコンテクストはないんですが、一般的にあれですかね、非同期のプログラミングかみたいな話
なんですかね。まあ、どうなんだろう。紙スレッドよりも優位性がありますか？だから。そうですね。やっぱり書きやすさというか、そういうものは、エイシンクアウェイトの方が勝るかなと思います。まあ、スレッドとかだとどうしてもそのジョインするとか、そこら辺を結構明示的にやったりとか、そこら辺の管理がややこしかったりする場面も少なくないんで、基本的には、エイシンクアウェイトを使う方が、なんか最近そのエイシンクアウェイトは良くなかったんじゃないかみたいな、そういう記事、ブログ記事みたいなのが、今あっていろいろ議論になっていますが、僕としてはやっぱり、エイシンクアウェイトの方が、使い勝手がいいというか、書きやすい場面の方が多いかなという気がしています。なるほど。なんか技術的なちょっと難しさはさておきつつも、なんか業務処理を書くときのロジックの組み立て方とかが、エイシンクアウェイトの方がよりスレッドに比べると容易なシーンも多そうなので、そうすると、メリットあるんじゃないかって話なんですかね。そうですね。あと他のいろんなライブラリも、やっぱりエイシンクアウェイトを前提としたものも多くなってるしっていうところもありますかね。なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。続きまして、すごい26票来てるんですけど、メモリーリークしてるっぽいときに、原因の箇所を突き止めるのは簡単ですか？それとも困難ですか？どのように調査してますか？さっき挙げたこの例ですね。この例の場合は、突然プロダクションで問題が起きたっていう感じだったんで、まず変更差分を眺めて、ここが怪しそうだっていうことで、そこを集中的に調べたっていう感じですね。で、いろいろと、これも結構やり方、で、おそらくここだろうみたいな変更箇所を大まかに調べた後は、結構、なんていうんだ、ファジングテスト的な感じで、いろいろ試して、こういう時にどうも、スレッドが増えてるっぽいぞ、みたいなのを頑張って見つけてっていう感じでしたね。はいはいはい。なるほど。例えば最近だと、ウェブサービスとかだとデータドックの APM だったりとか、そういう各種プロファイラー系ってすごい充実してるかなと思ってるんですけど、そういったものを使ってこういうふうに効果的に調査できたよとか、そういう話あったりしますか？これが起きたのが、いわゆるエージェント側というか、エッジ側のデバイスで動くファームウェアでの話だったんで、ちょっとそういうものは導入が難しかったっていう感じで、ただ、そうですね、最近だとテスト環境のものに対して、似たような、似てはいないかもしれないけど、メモリー容量の監視とか、CPU 使用量の監視とか、そういうものを入れて、この変更を入れたら突然メモリー使用量がだんだん上がるようになったぞみたいなのは検知できるようになったりとか。なるほど、なるほど。なんで、エッジで動いてるんで、あんまりロギングしてって感じじゃなくて、例えばメトリクスを取って、上がってそうとか、それこそバージョンごとに管理して、バージョン V1 だとこうだったのが、V2 になってちょっと、CPU が跳ねたなとか、メモリ跳ねたなとかいうので、検知したりって感じですか？そうですね。ちょっとどうしてもエッジ側のデバイスってことで、通常のロギング戦略がなかなかそのまま適用しづらいっていうものがあって、ちょっと、今も現在進行形で割とそこら辺は頭を悩ませているところではあります。なるほど。難しいですよね。そうですね。これはラストだからっていう感じですね。ラストだからというよりかは、ちょっとエッジで動いてると。IoT 一般の話なのかな。はい。そうですね。多分、IoT じゃなくても、例えば、ブラウザーで動いているときに、そのログを追跡するのが大変っていうのはあるので、やっぱどうしてもエッジ側に行っちゃうと、こういった問題のデバッグの方法が難しいっていうのが割合、一般的なのかなという感想を持ちました。はい。続きまして、そうですね。はい。ファームウェアのバイナリーサイズが大きいと困ることもありそうですが、ノー STD なのでしょうかという質問なんですけど。STD 普通に使ってます。普通に使ってる。はい。そこは特に大きさとかは問題にならなかったですか？そうですね。そうですね。結局、このエージェントそのものよりも、あっちの方はでかくなるんですよね。AI アプリの方が大きくなるんですよね。なるほど、なるほど。だからあんまりこっちが、大きくて大変みたいな話にはなったことないですね。なるほど、なるほど。だから、STD まで削れるみたいな、極限の世界まではいかないですね。なるほど。いや、結局だから
他にもっと大きな、うん要素があるので、なんかそっちをなんか縮小するなら、まあ、有意義かもしれないけど、それに比べてこう、例えば10分の1なのか100分の1なのかわかんないですけど、この STD 部分を削っても、なんか、あんまりこう、焼け石に水だからそんなことせずに、普通に STD 入れちゃうよ、みたいな判断をしてるって感じですかね。そうですね。まあ特にもうラズベリーパイって結構強力なデバイスなので、組みの中でも。はい。まあ普通に Linux も動くしっていう感じなので、はい。あまりそこの STD まで攻める必要はあんまりないかなって感じですね。はい。なるほど。だから今、一般的にこうなんかベアメタルでとかでうん想像するような、なんかすごいシビアな世界っていうよりかはもうちょっとリッチに使える感じですよって話なんですかね。はい。なるほど。ちなみに今日のなんかスライドってこの後いただけたりしますか？はい。後でリンク送ります。ぜひぜひ。ちょっとはいちょっとこちらのトラブルで最初、うまく出せなかったところもあるのかなってところで共有していただけたらいいかなと思います。ちょっと待ってくださいね。そうですね。次が、まずなんか、プロダクト開発で Mem4Get を使う場面はありましたかという質問なんですけど。Mem4Get は使ったことはないかな。僕はないですね。まあ、もしかしたらプロダクトどっかで使ってたりするかな。でもあんまり使わないと思います。もし使うとしたら、なんかどういうシーンで使うかな、みたいな感じですか？どういうシーンで使うんでしょうね。ちょっと困っちゃうな、みたいな感じで。うん。なるほど、なるほど。なんかかなりその下回りのライブラリーとかで使うみたいな話はちらっと聞いたことあるんですけど、ちょっと僕はなかなかそういう場面に出会ったことないです。なので、もしかすると、シチュエーションによってはすごい使うのかもしれないけど、ガラスボスの、視野の中では、なんかそんなユースケースはあんまなさそうだったって感じなんですかね。そうですね。なるほどです。ありがとうございます。そうですね。あと、ラズパイ環境ならではの非同期処理の難しさとかあったりしましたかということで、非同期ランタイムで特定の機能が例えば制限されてたりしたりするんですかねという質問なんですけど。そこら辺はあまりなかったかな。まあ、あったとすればデバイスドライバーとかあの辺の周りだっけな。まあ、一応使ってるのが ARM V6A とか V7A とかのに なってくるんで、そんなに、まあ、TOKIO とかその周りでそこら辺のアーキテクチャが制限になったってことはなかったと思います。なるほど。だから普通になんか例えばそのパソコン上でっていう表現がちょっと正しいのかわからないですけど、一般的なプログラミングをするときの感覚でほぼほぼなんか実装もできて、あんまりなんかこっちだとこれできたのになっていうことでなんか困ったりとかはなかったって感じです。あんまりなかったかな。はい。ラスト系ではあんまりなかったはずですね。逆にラスト以外ではなかったですか？そうですね。なんだっけな。なんか僕が直接遭遇してはいないんですけど、結構デバイスドライバー周りとかはいろいろトラブったりとかは、はい、あったみたいです。なるほどです。確かにそうですね。はい。ということで、時間がだいたいもういっぱいぐらいかな、49分になったので、質問は一旦切り上げたいと思います。はい。改めまして、発表ありがとうございました。ありがとうございました。